盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回のテーマはね盆栽、木の、盆栽と言わず、木のね剪定作業についてのお話をしていこうかと思います。本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。説明欄の方からですねメールアドレス登録してもらうだけで定期的にねいっぱいメール届くんで、そちらでも勉強できるんでよかったら登録してみてください。はい、では本題に戻ります。盆栽ねやっぱ剪定作業ってあるんですけども大体そうですね言ったら黒松だったら最初からいくとね冬の間に葉見知り葉透かしですねそれと合わせてその剪定作業があって、黒松だったらねであとは6月頃に芽切りがあってまた秋冬ぐらいにまた剪定と葉見知りみたいなねその感じで五葉松だったらいつでもねこういう枝バチバチ切るんはねいつでもいいんはいいんですけど、時期によっては制限があるとか、で五葉松は芽切りがないんで、基本その、古葉取りとか葉透かしとか、そういう枝の切るのが年に1回ドンとやりゃね、あとはいらないぐらいな感じ、ドンとやれなかったらちょこちょこ気が付いた時にやるみたいな、そういう感じの流れの中でやっぱその枝を切るっていうね、それを剪定と呼んで、やるんですけどこれなんで必要かって言いますとこの木でもちょこちょこあるんですけどやっぱビュン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 ほっとくとねどんどん伸びていって何もしなかったら形は崩れていきます。その木のねせっかく綺麗に見せようっていう盆栽なんですけど、何もしなかったら伸びたいとこだけ伸びて形が崩れていってでこういうやっぱ伸びてねいくとその中の方の芽大事なんですね。そのうちその芽に交代していかないといけないんで、だからその芽がねこういう伸びた枝とか葉っぱの陰で、育たなかったり、本来だったら出てきてもいいところ新しい新芽がね出てこなかったりするんでそのうちその木が、取り返しがつかなくなるというか、だんだんきれいじゃなくなっていく戻すに戻せれないみたいなことがあるんで、そのためには剪定作業が必要ですよと。で剪定の仕方なんですけど一応ねその自分の好きな通りにもうご自身の盆栽なんでね好きな形にしていったらいいんですけど、その中でもある程度ここだけは押さえといた方がいいなというのがその枝のねライン上に一目せめて最低一目はね元気で頑丈な芽が欲しいなと。よく言ったら何個かある方が安全なんですけど、せめて一つは残しとかないとその切ったところから内側から芽が出ないんですね。やっぱどれか一つ元気な芽がいると。でそれとそうですねそれ一回やってみましょうかね。どういう感じかっていうのを、今から実践してみます。さっきね剪定でこれだけをね押さえとけばいいという言い方をしたんですけどもでそれに対して元気な芽をね最低でも一つ残しておけばいいと。でこれちょっとねいいモデルケースがあったんでこれやってみます。この枝根元はここですね。こっから出てる枝これ長くなってるのを短くしたいんですけども元気な芽を最低一つ残すと。でこの今僕がハサミの先で触ってる芽これは多分ねあんま機能してないです。葉っぱはついてますけどもう芽としてはあんま機能してないです。こういうのを1個残すのではさすがに危ないと。でこの子とこの子は元気なんですけどこういう大きい枝の時にねこのどっちか1個はちょっとさすがに怖いなと。だからここで切ってこの2つそこそこ元気なこっちは特に元気ですけど、この2つね残しとけばとりあえず枯れはしないだろうなと。ここで切ったら多分この芽では枯れちゃうんでもうこの枝がもうないのと同じことになっちゃいます。そういう感じでせめてね1個か2個元気な置いとけばそう枯れることはないです。これも時期にはよるんですけどこの芽が元気かどうかなんか
力強さかどうかっていうね、その時の見た目で判断してください。はい。今説明したね、最低1個か2個残しておけばっていうのが、これだけ押さえておけば大丈夫ということで、はい、ご理解いただけたらなと思います。はい、あとね、この剪定においてね、初心者さんがね、やりがちな失敗みたいな一つ挙げますと、やっぱ切りすぎはちょっと良くないですね。単純にこういっぱいビュンビュン伸びてますけど、ここ勢いに乗っちゃうとね、どんどん奥へ行き過ぎて、弱い芽ばっかで短くねなっちゃったら、やっぱそれはそれで危ないなと。で冬とかね、時期が良かったらそれでもいける場合がないことはないんですけど、慣れないうち、一応初心者さんというお話なんで、初心者さんのうちはちょっと芽数をね、最低2つとか、怖かったらもうちょっと残しながらちょっとずつ慣れていきましょうと。で冬は比較的安全って言ったんですけど、それに対して夏場暑い時期は五葉松剪定したら結構傷みやすいんで、夏場の剪定、そうですね、暑いと思われるような状況下ではあんまり剪定は強くやらない方がいいですね。もうたまにちょきっとね、軽くやるとか、それぐらいの話だったらいいんですけど、全部触るみたいなのは夏場は特にやめた方がいいですね。はい。これが剪定において初心者さんがやりがちな、失敗例というか、本当にやっちゃうと枯れるっていうことになりかねないんで、そこは気をつけてください。はい。これが大体剪定の、ざっくりとしたところもありますけど、説明、必要性みたいな、そんな感じで受け止めてもらえたらなと思います。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。